こんにちは。4色デッキでも基本土地を入れることにした春日部紬です。そして甘えた高校3ターンでスタートキープしたら完全に裏めりました。お相手は即走、ヘルドンとクリーチャーを展開します。私は他にやることがないので矢淵をキャスト。格闘するか、基本土地をサーチするモードからサーチを選択。今回色は揃ってるけど4マナまで伸ばすことが大事だからね。お相手さらにフェニックスのひな。赤が1マナしか出ないのはこちらにはありがたいとこです。こちらはドラゴンエンジンをキャスト。墓地にいた方が都合がいいので捨て駒です。お相手サイデン壊しをキャスト。ハンドに機械河川が溜まってそう。ここでフェルドンを取るとこのターンに土地を置かれてしまうので、ここは即走と相打ちを選択します。3点入って残り8点。こちらは4マナまで伸びたので巨竜戦争をキャスト。2点オールで盤面を流します。フェルドンの PIG はやっぱり土地を持ってきましたね。お相手ケッシグの炎を吹きからさらにフェニックスのひなを追加。巨竜戦争の2勝は1枚ルーティングでいいかな。土地をセットから税地の収穫者をキャスト。こいつはこのターンに除去しておきましょう。そしてこの矢淵、実は除去にもなるんですよ。このカードは散々強い言われてたけど、緑がパッとしないせいで全然見ませんね。お相手さらにケッシグの炎を吹きをキャストし、抹消する稲妻で除去します。こちらは巨竜戦争の3勝で4飛行のドラゴンが出ます。さらに5マナで青をキャスト。これは赤単じゃ突破難しいのでは。あとはバーンで焼き切る前に勝つだけですね。稲妻の一撃突破か無謀な衝動あたりで負けます。こちらは6マナまで伸びればよかったんですが、残念ながら引けず。ここは2体アタックでも裏目はないと思います。そしてゼッチの収穫者を2体キャスト。これで次のターンに稲妻の一撃か無謀な衝動トップ以外では勝ってるかな。さて、お相手のトップは対応なくお相手ここで投了。対戦ありがとうございました。このデッキの理想的初手を引きました。これは大満足キープ。お相手はまた赤単のようです。2ターン目武器があるのが本当に嬉しい。こちらは税地の収穫者をキャスト。お相手と剣組一家の調達者をキャスト。先手だと強いけど後手だといまいちなイメージ。こちらは鏡割りのブーアをキャスト。相手のマナを伸ばすのも危険なのでここは剣でいきましょう。お相手調達者でアタック。まだライフは余裕あるのでここは顔で受けます。お相手からも鏡割りのブーアが出ました。赤単にしては珍しいけど高マナ域まで入ってるのかな。こちらはゴブリントークンでアタックし、ついでに収穫者でゴブリントークンを取ります。そして4ターン目にこのデッキの主役、解放されし太鼓リースをキャスト。5語法には赤単じゃ突破難しいでしょう。お相手フェルドンをキャスト。そして2体でアタックしてきます。フェルドンはともかくとして調達者もアタックということはハンドに火遊びがあるってことかな。こちらは鏡割りのブーアが裏返り2体でアタック。7点入って残り11点。こちらは淳をキャストしてのど首狙いを構えてターンエンド。お相手のブーアが裏返り変わらず2体でアタックしてきます。淳は死んでもらっていいので差し出します。調達者の PIG で宝物が出て、お相手は稲妻の一撃をキャスト。さっき火遊びなかったんかい。淳の PIG はデッキ2枚衝動的ドローを選択。これ2枚だとしょっぱいけど3枚だとやりすぎかなって思う。とりあえず危機時期はここで除去しておきますか。ちなみに除去などせずともリーサル見えています。こちらはまず月の帳の失勢をキャストし、
対戦中に自分のカードの能力を確認し、これは勝ってるな。危機時期で失勢をコピーして、フルパンです。2体のアタックが通って残り2点。こちらはリースの隠された能力でドラゴンが生成され、失勢の隠された能力で3点バーンして足の勝利です。対戦ありがとうございました。3戦目、対戦よろしくお願いします。3ターン目グーワスタートは前いいでしょう。こちらはタップイン2連だ。お相手にマナメからハンデスが飛んできます。どうだ、かっこいいドラゴンに恐れおののけ。ブーワを捨ててきました。かっこいいドラゴンが怖くないのかな。お相手3マナメから銀行破りをキャスト。さらに隠し幕黒タンハンデスですね。かなり得意な相手ですね。ブーワの2章は2枚ルーティング。ドラゴンエンジンは墓地にあってこそ輝く。ゴブリントを組んでアタックし、アツシからキャストします。黒タンは PIG 持ちが苦手なはず。お相手4マナ目から隠し幕を起動。ドラゴンはいくらでも墓地に落としてくれて構わないけど、ライバスが落ちるのだけはちょっと困る。そのままアタックせずにターンエンド。こちらはブーワが裏返り、まずアタック。4点入って残り16点。そしてゼッジの収穫者をキャスト。続いてドラゴンエンジンもキャストします。そしてターンエンド。お相手5マナ目から危機時期は許されませんでした。さらにファイレクシアの肉体くらいをキャスト。のど首狙いが当たらないのがちょっと厄介ですね。このターンにドラゴンエンジンを蘇生させるかとても悩む。けどもちょっと我慢。2体でアタックしていきます。ドラゴンエンジンは相打ちになります。これは問題なし。4点入って残り12点。あとは除去を構えてターンエンド。お相手肉体くらいでアタック。これ実中アック除去持ってるので受けません。こちらの返しで9点見えてるから何か策があるはず。お相手ベリアナをキャストし、マイナスにはゴブリントークンを指定します。そのままターンエンド。こちらはもう我慢ならないのでドラゴンエンジンを蘇生させます。ドラゴンエンジンの能力が誘発してハンドを捨てて3ドロー。微妙。お相手除去持ってるならドラゴンエンジンでリリアのアタックが丸いかな。やっぱり持ってましたね。よしよし。4点入って残り9点。さらに収穫者をキャストします。次のターンもドラゴンエンジンかな。お相手6マナ目からまた肉体くらい粘りますね。そして1体でアタック。ここは受けて残り14点。こちらのドローはまた土地。ルーティングがあってよかった。まずは片方の肉体くらいを除去して、お相手銀行を破りアクティベート。土地をセットして、ここドラゴンエンジンの前に地トークンでルーティングした方が良かったかもしれない。ともかくドラゴンエンジン蘇生。ルーティング結果は、ライバズはいいですね。そして2体でアタック。まあここはブロックしないよね。お相手ドローして、8点入って残り4点。さらにライバズをキャスト。これで殴ってこれないはず。お相手7マナ目からシェオルドレッドをキャスト。これちょっとまずいですね。そして肉体くらいでアタック。こちらは残り8点。このターンはもう動きはないけど、次に除去を引かれたら負けですね。と思ったら綺麗にトップ解決しました。まず2体でアタックして、お相手ドローして2点ゲイン。7点入って残り2点。そしてこちらは焼却するもの。ジアバラをキャスト。うおー、強いぞ。かっこいいぞ。エンドステップにアツシを生贄に捧げて、
お相手の顔に投げつけて4点ダメージ。対戦ありがとうございました。ということで 4C ドラゴンでした。ドラゴンいいですね。男の子って感じです。現スタンでドラゴンデッキを組む理由って何があるでしょうか？ドラゴンシナジーがあるのはこの2枚です。爪のライバスはドラゴン限定で2マナ出るマナクリで、さらに墓地からドラゴンをキャストできます。本人のスタッツも十分だし、このカードは純粋に強いと思います。リースはドラゴンにご褒美を与える能力と、対戦相手のクリーチャーをオーバーキルした時に4トークン生成。こっちはノーコメントで、それよりも君らなんでカラーバラバラやねんってことです。ということでドラゴンデッキを組もうと思ったらこの両者を入れて 4C にしたいよねってのが始まりです。この 4C かつ高マナまでぎっしりのデッキの序盤のマナサポートとして採用したのがこの矢淵です。これで足りない色を取りに行きつつ4マナまで確定させます。そして後半ではリースの能力誘発にも使える除去として使えます。結構タックイン2連打が多いので1マナで動けて土地サーチはかなり優秀に感じました。その他のデッキの中身は除去とドラゴン染めって感じですね。ドラゴンエンジンはドラゴン染めのために入れましたが、このデッキルーティングが多いのでリソース確保としてかなり優秀でした。あとは危機時期でコピーすることも考えて非伝説のドラゴンを指しつつって感じです。このデッキの強さはちょっとよくわからないです。自分で作っておいてそんな強くはないと思うし、赤タンが苦手なせいでプレイではあまり勝ててなくて、ラダーに持ち込んでからは妙に上振れしてめちゃくちゃ勝ってるのでよくわからないです。イメージとしてはライフゲインがないマルグミッドって感じなんですよね。今アダルトゴールドドラゴンと書いたら入ってたかな。あとはタップ土地が多すぎるのでトライオームは減らしてもいいかも。今回土地のバランスが難しすぎて思考放棄してるので、ここは調整の余地ありです。次弾で有効色ファストランドが来るって噂あるけど、このデッキには使えないかな。いろいろ言いましたが、ドラゴンかっこいいし、デカ物で殴り勝つデッキって今全然ないと思うので新鮮味はあっていいと思います。レア神話だけで45枚あってめちゃくちゃお高いですけどね。以上です。これから自作デッキで予選プレインやるので、もし抜けられたらドヤ顔で紹介しますね。アルケミーだけど、次回がそれじゃなかったらお察しください。いつもいいね、コメント、報告等ありがとうございます。この動画が面白いと思っていただけたならフォローやチャンネル登録よろしくお願いします。では次回をお楽しみに。バイバイ。